始まりました。どうも。毎週水曜日をこう、ゆるぶクッキング、もう第16回目を迎えましたよ。ライブイベント開始まで3分8秒7秒なんだけど、これ大丈大丈夫。もう始まってるから。夫？そうだ。そう、43分っていう謎のスタート設定にしまして、今始まりました。15人の方が待機してくれてたみたいですね。ありがとうございます。そして4人の方がグッドボタン。早速ありがとうございます。そして、この度ですね、私、ミス、引き換えるあ、始まった。引き換えるなんだミス引き換えるやったっけ。うん。ミス引き換えるから降格して豚箱になりました1日だけ。一日だけ1日だけミスめっちゃ怒られて今日せっかく昨日栄誉あるミス引き換えるに選ばれたっていうのそう、グランプリやで。そうグランプリっていうことをみんなに伝えるの忘れててさグランプリやるのにミス引き換える受賞したみたいなことしか言ってなかったからそう豚のグランプリだったんですよ。まあ一人しかいない歴代これからも多分更新されることはないミス引き換えだろ。でも誰かがさ人間人類そんなん誰でもミス引き換えるなれるんちゃうみたいな言ってたね。手足ついてるから胴体にいや、それはみんな手足はついてるけど、あれやん。なんでだからブータローしか選ばれへんのかなと思ってだからやっぱ胴体がさ、長いからさ、そっからほんまにピョンって、手と足がピョンってこう。まああんたさいいよ別にあんたにどう言われても、でもさ世の中はそう言わへんと思う。いや、別に自分世の中の話してないの。ボータロ審査基準がちょっと緩いんちゃうかって言ってこんな中にいるブータローの話カエルとは程遠いよ。ボータロの足ってこれ足な。あ手まあいいや、とりあえずでも豚箱に降格したってことだけ先にちょっと伝えといて今日はねドライカレーじゃないわキーマカレーを作りたいと思います。気になるね。なんでその豚箱に昇格したんですか？なんかすごい気になる伏線。昇格じゃない降格。ああ、降格か。はい。想像するだけでおぞましいってみんな多分カエルが嫌いなんでしょうね。こんばんは、はじめましてって言ってくれてるよ。ありがとう初見暮らしのどこにそんなんおる？あんた失礼やな、そんなんどこにおるって。あ、ここにいらっしゃるでしょ。あ、はじめまして。ありがとう。ねえ、そう今日キーマカレーをちょっと待って。確かに。何ショルダーバッグに見える。これ誰が言ったのそんな。ちょっと待って誰そんなことウケんねんけど。あ、お前確かに。確かに。こう見たら無理やな。こっちそうで見た目、そショルダーバッグやってます。はい。これあれやろこれこそ栄誉ある T シャツでこれ歴史のゆうちゃろうが中学校う。中学部活で着てたやつ。部活で着てたやつをブータロー着れてるんですよ。それがさミス引き換えるってどういうこといや別に着替えるも服は着れるからさ。まあということで、材料紹介しときますね。まずパリン粉堅揚げの塩わさびこちらを使って今日はキーマカレーを作っていきたいと思います。私も思ってたってみんな結構思ってる人多かったみたい。ショルダーバッグ。そうブータローショルダーバッグからお菓子出てきた。あとこれパリン粉どう多くない？パントマイムうまくない？あとはよいしょ塩突っ込んでくれへん。そんなんで作るんですかみたいな。何が？そういう流れやってるけど。あ、そうなの？そう俺ショルダーバッグを意識してあれやったんだけこれはいブータロー頼むやりだ。ど。直します。それそれ使って。これが使えるやつうん、もう交代した。はい、じゃあ本当の材料を紹介したいと思います。今日は玉ねぎ。こちら、横浜来来舶来亭みたいなやつ。説明した？何のカレーかって。キーマカレー。あ、キーマカレー。はい。キーマカレーらしい。はい。キーマカレーです。あとは、粒組。これをね、隠し味で入れるとめっちゃ美味しいんですよ。これ、ガチで言ってんの？違うよ。食食べるだ感けよ。。食感。さ、いらんねんけど。クニップにあるやん。いらん。いらん。鶏の皮みたいな。いらん。食べるだけやろ。粒組。はいで、今日はトマトソース
そう人参で今日は豚のひき肉を使いたいと思います。これはちなみにブー太郎が好きなカレーやな。分からんけどえ煮たカレー。煮たカレー。なるほどね。そうもうこれもだからいわゆる実家の味的な。いや違う全然違う。全然違う。全然違う。知らんもんだって。いやでもそのドロッとしたカレーでひき肉でっていうところは。いや泥の種類が違うよねいっちゃん。そうなんや。バターで、じゃあゆうたろうさん早速なんですけど、そんなこと人参を細かくブレンダブレンドーでやってください。バターをちょっと切るんで。で、今日はタイトルにある通り、もう今日はイライラスペシャルです。マジで。もうイライラスペシャルやんな、今日は。イライラ？自分は別にイライラしてないけど。あんただけはイライラした。いや、あんたもイライラしてたで。多分実感ないんやろな、じゃあ。いつ？昨日。昨日け。昨日、まあ若干な。あんたほどイライラしてないけど。いや、すごかったね。多分実感ないんやろまだだってすごかったよ、廊下。文句言いながら下降りて。な。どんなんやった何して。何て言ってたんかもう分からへんけど、コップ取りに行ってって言ったやんみたいな。なんてそんなコッペパン食べたって言ったコップ取りに行ってって言ったやんみたいな。なんかそんな言いながらなんかすごいイライラしてるなと思いながら。なんかそれが逆にさ、もうなんかあかんねんけどさ、ほんまはやね、あかんねんけど面白くてさ、なんかついこう反抗してるつもりもないけど、こういらんの？そう皮。そう、まあ何があったかで先に言うわ。みんな何の話か分かってないと思うから。まあ、昨日さ、ブー太郎の秘密基地個人チャンネルでやってるところでも喋らせてもらったんですけど、もうすごい今年年内一ムカついたことが起きたみたいな話をしてて、まあなんかちょっとゆうちゃろうとの喧嘩とかも疑われたりとかもしたんですけど、まあこれの答え合わせとしては、うちのね洗濯機が壊れかけた洗濯機やったんですよね、マジで。ねえ、そう洗濯機にイライラしたっていうお話。ごめん、なんか蓋を開ければそんな話かよって怒られそうやけど、いやでも物語がすごいところ、マジで2、3時間戦かすよな。戦っとったな。本気で。ブー太郎さん、ただでさえ個人チャンネル今日は早く上げれるわと思って、でその前日っていうかもうほぼ寝てないんやんか、編集しすぎてて。だからもうほんまに眠たかったよ。そうでも早く上げても早く寝るつもりやったよ。だけどもうあまりの眠さに昨日ご飯食べたらさ、ちょっと寝ちゃったやん、ソファーで。寝とったな。で、まあそろそろ、まあでも、これだけにこっちは全部使っちゃおうか。日本語で、そうでも10時ぐらいには目が覚めたから、いける今日も早く寝ようと思ってさ、洗面所がお風呂にあるんで、お風呂の隣が、そこで歯磨いて、まあ撮影してもう寝ようと思ってたら、急にさ、またデンタルフロス、ブー太郎のルーティンしてる人はもうおなじみのデンタルフロスしとったら、急にさ、なんか洗濯機がまたそうフラグやねんって。これブー太郎の妖精おじさんのさ、一日の動画、みんな最後までちゃんと見てくれた人は分かると思うんですけど、寝る前のベッドのシーンでさ、急にさピピピピピピってなったの分かる？あれやろ、それがまずもう前触れやってんさ、昨日の。どれぐらいいく？どれぐらいいいかな。でこれを温めといてほしい。温める？でっかい鍋でいい？違う。は？電子レンジで。電子レンジで？これ使ってくれていいよ、この皿もったいないから。あれもでね、ごめん話途中やけど、何やったっけ。そうなってたよね、ビービー。やっぱ気づいてくれてる人もおるわ。ちょっと待って、うんち入ったんじゃないってそんなわけないよ、もうそれも終わりやんな。洗濯機一回うんちは入ってるけどね入ってるけどさでそれを否定できひん自分らもなんかなかなかやろ。自分らっていうか自分だけやん。そうか。だからうんちなんか入るわけないやんかーって言われへんところがなんか辛いよな。あんた
からな、自分っていうなお姫様を選んだっていやまあそうやけどさレベルの低いお姫様をな選んでしまってそうでもあんたもそうやでレベルの低い王子様を選んでしまった似たり寄ったりどっちもお互い様っていうことやな。どれぐらいまあだったらいいミスドはもう食べ終わりましたよ。昨日一口食べたじゃないですか。で今日お昼で全部食べました。私それさあっちに集中し喋る方に集中したわこれはどれぐらいで切ったのいつものカレーはい。みじん切りにしてほしい。あこれもみじん切りもちろんあオッケーオッケー今日はドライキーマカレーなんで。だってこれまで使ってほしい。オッケーオッケーあやるわはい。怖っ。喋り集中で、しゃべりに集中って言ったらお笑い芸人じゃないんだけど。いや多分みんなもやもやするそうやな。でね、もうピピピってなったんですよ。で、なんか初めてやってんな、あんなんなったの。その、様子おじさんの日ね。じゃあ、エラーみたいになってて、なんか、何だっけ、あの時。あの時はだからその物が少なすぎてあそうや脱水ができませんそうそうそう。なんかゆうちゃろうがこう、あれよ、オーバーオールあるじゃん、最近ずっと着てる。もう休みだったら絶対あれ着てるよな。うんだからさすがにもう着すぎて、汚いってなったよな。で、なんか、綺麗にネットに入れて洗ってはってんけど、それ単品で洗ったからな。ちょっとその、乾燥か。乾燥するの脱水かな脱水やなんかするのに、ちょっと物増やしてくださいみたいな。エラーでタオル 2,3 枚入れてくださいみたいななそうそうそう表示されとってんなで、まあ、それで、解決したのよ、その日は。で、まあ、そんなことがあったそのもうブー太郎がもう早く終わらそうと思って早く今日は寝ようと思ってレンタルフロスをしてたらまたピピピピってなって昨日と同じ感じでまたと思ってなんか待って言うとちょっと力入れてんと洗濯回したんかなと思って見たらエラー11ってなって脱水ができません。ホースを確認してくださいまでというところななんかそうホースかこの脱水フィルターなんかどっちかみたいなで、もうブータびっくりしてさなんなんこんなん初めて見たと思ってでそっからどうしたんだっけ一番最初一番最初はホースの詰まりやってなったからとりあえずどうしようってなって何から始めたっけな下のそのあれじゃないと思う最初そこ行ってないと思うそこ行かなかった、うんいや僕から自分なんか見に行ったのがちょっと後やったから一回とりあえず切ったんかなでもう一回やり直してみようっていうことでそうやなそうすすぎの途中で止まってんなうんで何回やってもすすぎのボタンを押してもすすがへんってこれはもう異常事態やってなってどうしようと思った結果その排水フィルターと排水口大変やけど似合うということでどうしたおーいおーいこれぐらいでいいはいで大丈夫か急に暴れてるうちの相手がでねそっからゆうちゃらもでもたまたま来てくれてるなその時なんか音が鳴ってたの気づいたんか知らんけどいやちょうど上に上がるタイミみんなングのタイミングかそうでなんかもうおかしいとイライラの話してます今でフィルター開けようと思ってもすごい水がな温めないんですそれはごめんちょっとそう下のフィルター開けようにもちょっと説明してなんていうの洗濯中で脱水できてない状態やからその洗濯機の中に水が溜まってるからそのフィルターを取ることによってそこから水が大量に溢れ出す排水できてない水がっていうことに気づきながらもどうしようもないからそれ以外どうしようってなった時にその洗濯機をどかして下のホースを抜くか抜かへんかみたいなやったらまず水浸しになってもいいからそこ抜こうかなっていうその選択肢をまず選んだんちゃういや先に1000いって先に線いった先にそう1000いってしまったよそっか先に線いったんか先に1000いった洗濯機を一回傾けたんなそうそのまんまで傾けたはいいけどその玉ねぎ炒めます
上のものはきれいに溶かして傾けても何でも大丈夫みたいなそうにしたんやけど、そういやうちの洗濯機なんていうの、柔軟剤とか洗剤とか自動やねん。そう入れといたら勝手に量を調節してくれるみたいな。入れてくれるみたいな、それをすっかり忘れとってな、そ変なところからなんか柔軟剤と洗剤がめちゃめちゃ下から漏れてきて、やばいやばいみたいなな。そう別にさ、そもそもその排水ホースを掃除の仕方がいまいちよく分からへんから、正解が。したことなかったもんな、前そうの家の時になんか周りのやつは取ったんよ、ほこりを。うんうんでちょっと抜けたし、で、まあ、これでいいんかなとか思いながら半信半疑で、まあ洗濯機もうめっちゃ重いねんな、もう20何キロ、そんなレベルじゃないかな。100キロか、100キロあんねんで、もうそれをどかすだけでも大変やんか。でなんかもうそういう時ってもうゆうちゃろうめっちゃイライラするんで、なんかすごいさ、当たりがきついっていうか、なんかすごかったよあの時は。なんかこっち行ってみたいな、はい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 みたいなのがもうすごいなんかこうさ、もう変な空気が流れてるわけで、ブー太郎もなんかちょっとこう態度が悪いじゃないけど、はいはいはいみたいな、なんかお互いちょっとピリピリしとって、じゃあ急にさ洗剤がなんかタポ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 ってその洗濯機からさ染み出てくんねん、なんか急に、なんか出てこうへん場所から。で結局なんやかんやその斜めにしたりとか、そのいろいろこう試行錯誤はしてるんやけど、常に洗濯機に張り付いてたのよブー太郎で。ゆうちゃろうはもうちょこちょこ部屋に戻ったりしてたわけで、多分それにめっちゃイライラしてて、でその部屋に戻ってる理由も自分はブーと姫を部屋に要は一緒に寝てるから閉じ込めるのはいいねんけど、自分がちょっとでもまあ、トイレ行こうとして、まあ、1分2分部屋あの子たちだけにってできるんやけど、配線系を軒並みやってくるから、いたずらして勘で、それで何十本も今まで充電器とか交換したりしてるから、うわやばいやばいみたいな。しかもその配線系も最近帰ったばっかりで、今めちゃめちゃいい感じで充電してるから、そこを危惧した上で、うわやっぱちょっとちょこちょこやっぱ部屋に戻らななと思いながらも、その時ゲームしてたんよテレビゲーム。ちょうど最近に今のこのリビングにあったゲーム機を自分の部屋に持って上がって、なんか久しぶりにちょっとやろうかな寝る前にみたいなで始めたやつがちょっとそれがハマってて、でそれをやっとったんやけどやりつつちゃうねん、何が腹立つってな、なんかもうすっごいさ、洗濯機のほんまになんかね、いろんな要素でもうエラーが起き始めてて、その排水がまずできひんのは、その排水溝がなんかおかしいことになってるからやねんけど、その傾けてしまったせいで、その泡がなんかもう洗濯機の変なとこから出始めてるから、その洗濯機の変な機能で、もうありがた迷惑の機能やねんけど、泡がこう検出されると泡を消そうとする泡消し運転みたいなのが始まるわけよ。だから一からもう一回洗濯やり直そうとしても、もうなんか途中でもう洗濯っていうなんていうの始まったなと思ったら急に泡消し運転が始まるから、もう全く洗濯機が動かへん状態になるわけで、洗濯すすぎ脱水で乾燥の順番がその1234ってあったらゼロがあるみたいな。泡消しから最初入るから全部で途中で認知するねん、多分センサーがあるねん、多分これ泡多すぎですみたいな、これ消さなきゃいけませんみたいな、洗濯機が頑張って判断してくれるがために。でもそれ知らんやん、その機能もあんまり見たことないから。ですぐさ、初めて見たのか。初めてでもないねんけど、もう勝手にすぐ終わるもんやと思ってるわけ、泡消し運転って。だからさ、もうなんかエイコにもずっとこう待ってたわけよ、もうすぐ終わるんやろなと思って。でもなんかよく考えたら待てよと思って、さっきなんかもうめっちゃ変なとこから洗剤出てきてたし、これなんか一生終わんないんちゃうみたいな、なんか待っても待っても終わらへんわけよ。でもうなんかいろんなやつをやっても結局泡消し運転が邪魔して、脱水もできひんしすすぎもできひんみたいな、もうこの洗濯機どうしたらいいみたいな。でさ、もうずっとこう中に入ってる洗濯機がもう濡れた状態で放置されてるわけ、洗濯の中に。でもそれはもうこれがあかんねやと思って、もうこいつを一回どけないと泡だらけになるね。この洗濯機をこう合わせることによって、そうやな、洗ってすすいでない状態の洗濯物があるってことやもんね。もうほんともうお風呂に全部さ、もう気持ち悪いべちゃべちゃしたのをこのパンって置いてさじゃあね、水が溜まってんねん、ドラム缶の中に。で缶の中に水が溜まってるの。そう
洗濯機の洗濯機の中にあれこれをもう脱水しなあかんわと思って、このドラムにある水を抜かなあかんわと思って、もう泡も出てこへんやろと思って、この洗濯もどっかやったしと思ってでやんねんけど、脱水大丈して夫？火めちゃ入ってるけそうど。全然ね、脱水のボタン押してもなんか最初だけ動き出そうとすんねんけど、また結局止まんねん。ねえ、もうわけわからへんこの洗濯機と思って、もうどうしたらいいと思って、また脱水フィルターを開けようとしたら、水がすごい勢いで出てきたんですよ。そうね。わっしゃーって出てくるから、もうあかん、これはちょっとオケでも持ってこなあかんっつって、急遽な下からオケ持ってきて、でそれに漏れてもバーって出てきてもちゃんと受け入れるように持ってきてな。それで何回と出てきたからすごい大量の、ほんでそれをやって、あ、もうやっと出てきたわ、脱水フィルターのところも水全部なくなったわと思って、もうこれで解決かなと思ったらさ、ニンニクはみじん切り？いや、なんていうのあったっけあれ、すりおろしがいい。あ、オッケー。はい。今玉ねぎ炒めて回す、みじん切りの。イライラしながらも玉ねぎ炒めて。で解決すると思うやん、もう水も抜けたし、洗濯物でもさ一回出したしなんかずっと引っかかってたわけよ。なんでここからこんな水が大量にこんなにも出てくるんやろっていう。なんかいくら排水フィルターが水出てくるっていうの知ってるけど、それにしてもこっから出てくる量半端ないなと思って、ほんまにこれで治ってるのかなと思って半信半疑で、またこの1からこの掃除お手入れボタンみたいなのがあるねんな。お手入れをなんかもう洗剤とか使わずに、もう洗濯機のお手入れな。そうでそれをやってもまた次泡を感知しだしたわけよ。洗濯物の中に入ってないのに、またこれ始まったと思って、もうこのお手入れ機能さえも使えへんってことはもういよいよこの洗濯機やばいなと思って、もうめっちゃイライラすると思って、あ、じゃあその自動の洗剤とか乳液剤じゃない、柔軟剤柔軟剤入れてるフィルターもあんまりさ手入れしてなかったやん自分が。こいつがちょっとやっこしいからみたいな、ここの投入口を漏れたわけ、斜めにさせて、あれここをきれいにしたらなんかこの泡消し運転消えるんじゃねと思って、もうその洗剤とかそのなんかまた忘れた乳液剤じゃん、柔軟剤な。なんだ乳液剤ってのとこを洗い始めたわけよ次、なんだろうは。で、まあ、きれいにして、でまたすすぎとかね、やってこれ治るんかなと思ったら泡消し運転はなくなってん。あ、ブー太郎やっぱ賢いわ、勘が鋭いわと思ってんけど、でもまた結局ピタッて止まって、そのすすぎとかをその洗濯機がかたくなにやろうとせえへんわけよ。もうどういうことみたいな。さっき斜めにして排水のこの線のとこを最初にやってん、でもあれがやっぱちょっと間違ってたんかなみたいな思い始めるわけ、頭の中で。また思いのをどかしてまた一からやらなあかんと思ったら、それだけは避けたいやんか。まあな。そうだからまた排水口をさフィルターをやろうと思うと、急になんかすっごい周りの音に急になんかピタ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 みたいななんかさゲームの音が聞こえてくるわけなんかコインみたいな、なんか甲高いさピタ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 ってなんかだんだんイラってしてきて、もしかしてあの人ゲームしてるみたいな、こんなブートの一人でイライラして戦ってる中、なんかさっきからもう突然現れへんくなったなと思っとったけど、2人でやっても、ちょっと喧嘩になりそうやし、多分空気をねどっか行ったんやなと思っとったけど、なんかちょっとあまりにもうまくいかへん洗濯機との戦いの中のそのなんか甲高いゲームの音がすっごいイライラしてきためっちゃムカつくと思って、でまた排水口のフィルターを開けたらさ、さっきもうなんていうの、出し切った水がさ、もうまた何回もその洗濯機能を押しては動かへん状態やからさ、水だけはこう入ってきてるわけよ、洗濯機に。だからまた無駄にこう水をねこう仕入れて出してるみたいな。もう水道代うち高いのにさ、もう無駄な水道がもうかかってると思ってまたイライラしてきて、じゃあまたさもう遠くからピコ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 ってのんきな音が聞こえてくるわけよ。ムカつくわと思って、
まあでもうちの洗濯機節水やからそんなに水道代はかからへんで。いやとはいえ結構な水が出てきたぞ。いやいやいや、にしてもや。もう何回分の水道代使ったよみたいな。でもうほんまに一向に解決しひんし、なんですすがへんみたいな。でもやっぱ排水の問題なんやなと思って。まあ、要はその脱水するホースのところが詰まってるっていうエラーやったから、そのブー太郎はその家のさ本体の人参も入れました。はい人参入れました。本体っていうかその洗濯機本体じゃなくて取り付けるところの地べたのところの排水を抜いてちょろちょろって多分周りをっていう感じやな。だけどほんまはそのノズルの部分ビヨーンってそのノズルの中が多分詰まってるから排水がうまいこといかへんっていうことに最終的になんかちょっと多分これやなみたいな気づいて、でそこをちょろちょろっていじったらなんかちょっとゴボって出てきてるな。中のホースにさ、もうブーとか姫の毛がさ、塊でドボって出てきたよ。あこれやとそう。思って、しかしかもそもそれをれを取った瞬間になそう水が流れてきたよ。シャーって流れてきて、あこれやっぱこれなんだなって言って。で、ほんまにそっから治ってな。で今試しにちょっと運転してやってんねんけど、もうドキドキやで。またこれすすぎのところで止まったらどうしようと思ってさ、もうずっとぶったらもう洗濯機の前でもうこんなんでずっと何時間ももうお願いやからもう動いてなみたいな。もうなんかさ、ほんま急に止まるねん。さっきまでこうくるくるくるからまず始まるねん、洗濯機が。で、あ、動いた動いたと思って、でちょっとこう揺れ出そうとした瞬間になんか急になんかシュイーンみたいな元気なくなるねん、毎回。でもお願いやからもうその元気なくなる行動だけやめてって思ったらちゃんと急にドドドドドドドってなってくれて、よし来たと思ってさ。ですすぎ4回するねんけどカウントが3に減って、いたずら動画で出しっぱなしの時に比べたらあれはひどかったな。あれは奇跡的に助かったんよな。ああ、なんか安かったやつ、この時たまたま。安かったんだけどなかったの。ただやってあ、コロナでひき肉も入れました。そのなんかコロナで要はそのみんな働いてないとかそういういろんな状況も踏まえてこういろんなこう市がまあ今月火を入れました。今月来月2ヶ月ぐらいなんか水道代高にしますよみたいな電気代高にしますよみたいなその各県でなんかいろいろこう取り組みをやっててたまたまそこの月に当てはまってんの見事に。だからほんまやったらめちゃめちゃえぐい金額来そうって思ってたんやけど助かってんの。助かった。奇跡的に。そう。そしたら、ニンニク入れてもらっていいですか？ニンニク入れてもらっていいですか？なんかさない水入れたりとかせえへん。あ、水ちょっと入れてもらっていい？なんだろう。あ、だけどちょっと待って、そしたら。もうちょっと肉炒めてくれるからだ。で、もうほんまにさ、ゆうちゃんともすっごいもう、なんかもうピリピリモードやったね、あの時。いやなんか別にそんなそこまで言うて確かになんか2、3回は言った記憶はあんねんけどそんなブー太郎普段がに比べたらフィルターをこう見るばかりで、ゆうちゃんがこう、支えてくみたいな。その時になんかすごいネットで、こう、調べてくれてたんですよ。あで、これこうやってやんねんて、みたいな。だからこれ見てやってよっていうゆうたろうすごい言うねんけど、ブー太郎は今目の前のところに必死やからさ、今もう喋りかけんといてみたいなモードに入っちゃって、なんかな、そうなんかそのまあだからなんやろなまあでもお互い考えがあるからそういうのまあちょっとしたぶつかりそんな別に白熱はしてなかった白熱はしてないしてない。なお互いなんか冷静な変なあそう冷静な感じのなでもほんまにゆうたろうのゲーム音にめっちゃ腹が立った。そう今日はねなんかキーマカレーでそうそれで昨日それがあってもうだからまあ大変やったねで今日の朝ももうブタロウお疲れモードやって仕事行く車の中でなんか結構こうゆうたろうは後ろの席最近行きはブタロウが運転して帰りゆうたろうが運転すんねんけど後ろの席に乗ることが助手席に乗ると
こう横とか見るときに見づらいみたいな。でしかもゆうちゃろうもついついなんかこう気になって一緒に見ちゃうから余計見えへんみたいな理由も兼ねて後ろの席に乗ってて、ね、ででもらっていいかな。オッケー。でこうたまにおろしにんにく2かけこれ1かけ1個がそうか。どんだけ見せればいい？あ、もうそんないらん。水少々とニンニクとバターももう入れてもらっていいですか？でこうたまにこう音楽かけてんねんけどバターも、20g ぐらい入れてます。で、トマト缶、これも入れます。トマトです。あとカレーも入れなきゃ。なんだこの適当な料理配信。みんな材料とか全然。多分材料よりも話の方が聞きたい。そうや。おそらく。ほんで音楽かけながらゆうちゃろう後ろでたまにこうふざけてなんかこう踊ったりあとなんか規制上げたりするんねんけど、それに対してもブー太郎なんか全然こう乗り気じゃなかった。いつもに比べてなんかこう余裕がないというか、あ疲れてんやろなと思って、でなんか思ってまさかの今日とんでもない事件がその後起きました。それでよ。とんでもない事件がございまして、ミス、なんやったあれ。引き換えミス引き換えるから豚箱にそう降格した。その理由がこれはじゃあ今からちょっと話す話はモラルにかける話なんですよ。だからちょっと人としてどうなのっていうちょっと犯罪系のお話になってくるから、そういう話苦手な人はもう閉じてもらって、今から聞く話はちょっと多めに見てくれるっていうか、こう心の広いなんやろうな。まあ誰でもミスはあるよね。でも次そうミスしないせんとこうねっていう、そのなんていうの、次回にちゃんと教訓を得たそうそう話やから、その誰しもがそれをしていいっていうわけじゃない。その教訓無視したらあかんからそう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 やね。なんて言うんだっけ、そういうの。反面教師にしていただけたら。反面教師。それ。でまあその事件っていうのもまあブー太郎が運転してるわけで、そのなんかここれとかトマト缶とか入れました。とう量は大丈夫？りあえず OK でその会ちょ社っと水出してもらっていい？ありがとう。会社行く時にその時間指定の区分の道がありまして、いつもでそこは7時半までしか通らない。ソースと砂糖も入れます。7時半までしか通られへんの。朝のクミン。でなんでかっていうと、その小学生とかその通学路になってるクミンも入れます。道なんで、その通られへんっていうことは分かってて、でそこを今日時間ちょっとオーバーしてて通っちゃって、ブー太郎がっていうのは昨日さ、僕イオンでご飯食べたって言ってたよね。そうねえ、辛いやつ食べたら進んでる。またああ痛いのに。なんなんこれ、砂糖出てこない。結構出る。大丈結構激辛のやつを食べてるな。夫？それでお腹が痛くって。でまあお腹が痛い痛いけど、もうちょっと今日は無理と思って我慢ができず心を鬼に、にして通ったらあかんとこを通っちゃったっていう。そうそしたら警察が横からゾロゾロ出てきてピピピピピーみたいな感じでおいおいおいみたいなでやっちまったなみたいな。ローリエも入れます。ローリエであと炒めます。でそこでもうまあ点数引かれるわみたいな。水絶対足りひんのちゃう？大丈夫？出会い系やからな、ちょっと、もうちょっとだけ足してもらっていい？あんまり足さんけどしいな。ちょっと見るわ、様子見ながら。そうそれでまあ実際捕まって、でまあそこを通るのにその時間以外に通ることができる通行許可証っていうのがそこら辺に住んでる人ってさ
車その時間乗られへんっていうわけにいかへんから、通行許可証っていうのを持ってるんよ、そこら辺に住んでる人は。やけどもちろん自分たちは持ってないやのに、持っててもおかしくない場所にあるわけっていうね。でそれが面白かったのが、その警察官との押し問答があって、押し問答ではない、窓開けて何ですかみたいな顔でまず警察官見てるわけ、ブー太郎が。で通行許可証ありますかっていう警察官からの問いに対して、ブー太郎はいや職場あそこなんでっていう、まず一返し、いやいやいや通行許可証持ってますかみたいな、いやそこなんですよ職場で3回目通行許可証はって言われて、あないですよっと違うね。言って、でもね、すごかったよ、警察の人もすっごいね挑発的な顔で、だからって言われていやまあそりゃそうやけど、もうブー太郎は必死のもう知らんふりで通すしかないと思って、もう本当あかんでこんなことしたらあかんけど、もうお腹も痛いし、もう必死なわけよ。もう早く通してほしいわけ、ブー太郎は。もうこんな時に何で4人やって警察いいのね。でもブー太郎もどうにかその大丈夫、焦げてるね欲しかったわけよ。こうもうほんまにだってその道通らないと行かれへんから。あまあ反対側からさ行ける理由もちょっと謎やった。わかる、この矛盾さ。あっちの道はいいんやみたいな、ここ同じ道やのにみたいな。まあまあまあだからもうちょっと多めに許してもらえると思ったわけ、仕事場がそこやったから。だからブー太郎はしつこく「そこなんで」って言って職場すぐそこなんですよお願いやから見逃してくださいみたいな感じでそれを真後ろで自分見ててさ、何言ってんのこの人って思いながらさマジかと思って、まあでもまあまあ折れるやろうなと思って、ほんで見たらやっと3回目で「あないです」って言って降りてくれたわと思って「ないです」と言ってね。だからって言われてブー太郎は「あっ」ってなったわけで「ないです」って言ったやろあんたが。もうないですも言う間もなくもう連れて帰ってからな。いや連れて行ってたよ、そうないですって言って、その後がまだあるので、その後にないですってブー太郎が言ったと思って、でじゃあ免許証ありますかって、それはもちろん通行許可証がない以上はその車が通られへんところを通ってる時点でもう違反やから、免許証ありますかってなって、まあもう限定しますねみたいな感じの方向に持っていくわけよ。やけど免許証ありますかって言われた時にブー太郎が「あみたいな顔しだして、ちょっと今手元にないです」みたいな「免許不携帯ですか?」みたいな。ねリュックに入れとったんよ。ブー太郎さもうほんまにミスったと思って、そんな時に限ってな。そうもう間が悪かったよな、全部が全部な。そうあの時に入れたままやと思って、ゆうちゃろのさ出来上がりました。めっちゃ多ない美味しそうでしょ。美味しかった、味見したら。キーマカレー誕生。こんばんは。じゃあご飯よそってもらって。もう最悪でしょ。もうブー太郎しっかりしてよって感じだよね。もうなんかもうすごい冷静になっちゃう。後ろでさゆうちゃろが座ってるやん。でもうその時にもう仕事の時間がもうギリギリ状態で、もうすぐ仕事の場についてないといけへん時間に捕まってしまったから「ゆうちゃろ」って「自分のことはいいから先行って」とか言って近いからもう歩いて行ってとか言われて何もかっこよくない何もかっこよくない、自分のことはいいから先に言っといてもっとかっこいい時に言いたかったわこのセリフ。確かになんか危機的状況でさ、もうブー太郎のことはいいからあなたは生きてみたいなさ、台風とかな、そうもう自分はいいから早く中入ってとそうかそういう感じで言いたかったのにただただ違反をして、そう自分は身動き取られへんから先行って仕事やってきてみたいな、お願いみたいなこれカレーはこの方がいいかな、普通の。どういうことキーマカレー、そうそうそう、もう最悪です、本当に私は。もう本当皆さん、ブー太郎にはならないように気をつけてください。そう、免許証をね、ブー太郎財布に入れる癖がなくて、昔から。なんかこう、なんていうの、免許証入れってあるやん、なんかもらえるじゃないですか、ああいう更新の時とか。更新のな、そうあれ使ってて、もうそれがあだとなったっていうでさ、だからもう身分証明もなかったわけ。そのブー太郎は保険証とかも
そういうなんかいろいろ証明できる、他にもあるやん、マイナンバーとかさ、はいまあ、あんなんとかも全部その免許証のあれに入れてるからもうさ身分証明できる免許もないもんじゃないよし、その代わりになるそのまず身分証明をできるものさえも持ってなくて、その時に限って、でもうさそっからもう超時間かかったよ。でさ、もう一番かわいそうやったのがうちのいっちゃんよ。もう朝早いのにさ、絶対寝てたやろにさ、なんか親にちょっと連絡いけますかって言われた。そうやろと思って、こんなこと電話しなあかんのみたいな。でもういっちゃんに電話かけたらさ、もう出てくれて、でもさ、いっちゃんからしたらさ、ブー太郎と警察の組み合わせってもう最悪なわけ。そうやね苦い思い出じゃないけど、昔そのね、こうゆうちゃんの来るまでにさ、もうこう捜索願い出されて逃げてる身分やから、そうそうそう警察身一つで急にほんまになんかな雲が来るみたいな感じで急におらんくなったもんやからな、そう本当にそれ以来の警察やったからな。そう。でも声がちょっと怖がってたもん、いっちゃん。警察っていうことみたいな。そんな感じで言わへんねんけど、なんか声のトーンがちょっとなんでやろみたいな。この子なんかやらかしたん次またみたいな。そうマジかわいそうと思って、それいっちゃんに電話してるところは自分知らんくて、その途中でもうブー太郎に「さっき行って」とか言って言われてとことこ歩いて会社に向かってたから、でそれをな後からな会社に来て、その前にさ、うんそんないきなり話飛ばさんといてほしいんだあ、けど、何もうさ、私はそういっちゃんにさ、電話したよ。でもいっちゃんも対応してくれて、もうあんたもう何したもう大丈夫なみたいな、心配してくれて、まあ、その後も LINE でね、もうなんかさ、罰金今1万円かかったんですよ、私。免許不携帯3000円にそう通行禁止で7000円でそうプラス2点やろ2点引かれた。な。だからでも意外とその不携帯ってそんな緩いじゃないけどさ、そうなんかもっとさ思った自分重い罪だと思ってたからさ、うんもうやばいなと思っとってんけど、なんか3000円で済んでしまうんやと思って、逆に。まあ不携帯だから持ってるからな、持ってるからな。それで不正やったらやばいんやろな。その持ってないのに運転してたらやばい。ああ、それはあかんと思う。でもその人間誰しも忘れることがあるから、まあそういうだから点数を引かれへんらしいよみんな。そうで、そう LINE ギフトでなんかさ、そのなんかくれた。これでスシロー食べとか、そマジでうスタバ飲みとかって、もうなんかごめんなと思って。そうもう変にさ、ぶとんだけどちょっと笑いながらじゃないけど、こんなんなっちゃったみたいな感じでさ、バッキーもこんな払わな感じで軽く言ったつもりが、すごいちょっと気使わせてさせてしまって、マジなんかか。すいませんと。ほんじゃあさとドキッとしたよって言っちゃうから。ごめんね本当に。この親子も。そう親子もそうずっと言ってくるね。でさ、ブー太郎の心配まあもちろんせえへんやろうけどさ、なんかもういっちゃんの心配ばっか。それはな、こんな時間に電話かけられて。そうでブー太郎と警察の組み合わせがほんまに最悪ってもう自他ともに認める認識やからさ、うわ絶対うわこれマジか、朝早くからさまだ頭を回りきってない時に急に警察に電話かかってきてもう絶対かわいそうと思ってさ。まあな。そうで、まあ、それでさ、もういろいろやり取りしてる間にもうだいぶ時間かかるからさ、いろんなこの手続きの確認とかで、まあずっと車で待たされてて、で急にもうずっとなんかさ、なんか LINE の音が聞こえてきたって言ったら、ピコンピコンみたいな、なんかでも気にしてなかったよ、もうそんなテンションでもないし、だけどあまりにもなんか何やろうと思って、もしかしてゆうちゃろうと思ったらさ、案の定ゆうちゃろうで、もうひたすら青いの LINE。なんだことだっけ。なんて来たっけな。見ようかちょっと見て。逆にちょっと待って、昨年も歯向かったブー太郎さんってなんかこの間も歯向かっとったじゃあさ、あ、逆そうか。なんかここは通れる道だと思い込んでるから、ここ大丈夫ですよみたいな。ほんまや。でもあん時はほんまに分からんかったからさ、ブー太郎。マジ傲慢やな。すごいな。今日覚えてんの誰それ。覚えてた人。恥ずかしい。コメントであった。あ、そうそうそう。あれやね、なんかピピッと来て、会社について言うたら先になんかこれ運気悪いぞと思ってすぐ
細木和子の六星戦術を調べてブー太郎の運勢調べたらまさに大作界、月でも大作界やし火でも大作界、しかも怖いのが大作界3日続くねんけど昨日から大作界入ってて火でな、そう、あ、洗濯機今日これかみたいな明日もなんかあるかもしれない。そうやねうわこれやと思ってすぐその六星戦術のお力落としのないようにって送ったらキモすぎるとかなんか絶対思ったもないくせに何て言ったっけ、なんて言ったらお力落としのないようにお力落としのないようにって使うとこ間違ってるしな。ほんまにもう煽り散らかして何やったらもう最初に来たらなんかでそこで LINE で「いっちゃんまでに電話かけさせられて」とかって言うからさもなんであんたここやんの、なんでここは言わへんの、ちなみに罰金合わせて10万円ですとか脅してきてさでももうブータはさっきも1万円って言われてるしとかもねでもダメですよ、これ本当笑いながら喋ってるけど笑いながら喋っていい話じゃないのでね、本当になんかすいませんモラルがなくてってちょっと思うんですけど、いやマジほんまに運気ないというかまあやったこと、自分が悪いからそうやったことはもう正直今後繰り返さへんことやな。まあな、うん、それでそう起きたことはもうしゃあない、そうやな、起きたことは仕方がない、まあ、だけどずっと神様は見てたってことや、ブータローの悪さをってことでできたんですよ。はいできました、はい食べましょうか。じゃあゆうちゃんのもこれ持って、ブータローが作ったキーマカレーめっちゃ美味しそうじゃない、ほらこれサムネにしたかったぐらい。いいよちゃうの明日からちゃんとしよう。はい、見て美味しそうでしょ。もうでも喋ったからすっきりしました。ありがとう、聞いてくれて皆さん。めちゃめちゃ面白かったほんまに。面白いとか言うんじゃねえよスプーンは何か、ごめん。じゃあ最後にゆうちゃろんさんの星をいただいて、もうすぐ1時間ですもんね。見た目がお好み焼きみたいって言われてるけどあ、でもほらお店のみたいって書いてくれてる人もいるよ。さうちの家のご飯って基本量多いからさ、なんかそういう風には見えへんよ。そうやね、相変わらずの大盛り。そうですね、2.55。結局全部入れた。入れちゃった、ごめん。でもいけるやろ。いけるかな。クッキングライブで焼こうとして確かに焼こうとします。美味しそうって。チーズ乗せても美味しいかもね。なんでチーズ。もう遅いな。でもやっぱ寒いよこれ冷房。見せたいなーって。なんやろ、ごめんなさい、今コメントやっと見れたって感じ。我が息子もただいま大災害中で停止の年です。交通事故に遭うし病気大丈夫やったんですか。病気も心配だけど交通事故もだいぶ怖いよ。ブータローでもブータロー年単位では今財政なんですよそう年単位では財政やけどほんまは6月5月6月7月8月はちょっとおとなしくしとかなあかんねん。そうやね、678がちょっと運勢悪いらしいです。先月までよかったんやけどな、ブータロー君フェイスラインシュッとしてない？本当なんかでもちょっとね、なんかね変なとこに肉がついてきたって感じ。首とかは痩せて見えると思うんですけど、なんかこの辺にね、なんか微妙なんですよ。でもありがとう、嬉しいです。占いゴールド保持者なのでわからないのですが、何点残ってるんですか？なんかあと4、何点持ってるの人って。15点越したらもうメントリやな確か。でだから半分普通はゼロやねんな。普通ゼロ。なんか豚2点プラスになっちゃったって感じだから、15点までいくとメントリ自動メントリみたいな。そうでもそのゴールドの人は豚はずっとゴールドやったから、前の違反の分の点数はもう消されてるんですよ。前も2点やってんけど、だから今2点だけマイナスみたいな。マイナスっていうか何て言ったらいいのそれ。プラス加点式やねんな。食べるときはショルダーバッグ置いていいよって言われた。ショルダーバッグ置いていいよって言われた。めっちゃうまいな。やろう。はい、皆さんいただきます。どうぞ。うまいわ。うまいやろ。うん。まあいっちゃんのカレーはまた違うで、こういうのじゃない。もうちょっとカレーっぽい。そうなんや。今度ちょっと家来て作ってもらわなあかんな。美味しい。めっちゃ美味しいな。てかトマトがいいいい具合やな。めっちゃ美味しいこれ。
みんなも作ってみてこれさ、風太郎が入れたレシピ全部覚えてた人にちょっとほんまに投げキッスあげるわどんだけの人がちょこちょこちまちま言ってたのを聞いてくれてたか絶対おらんよな、多分。まああれやな、昨日ミス引き換えるグランプリそう受賞して浮かれとったな、ちょっと。そう、そんなん言われない。全然浮かれてないのにいいけどと思ってむしろなんか不栄誉やわと思っとったんだけどなんなんミス引き換えるってと思って。グランプリっていうワードが受けへん。なんかミス引き換えるグランプリやであんたはって、今日も言われた。でもあんたはもう豚箱に合格や。合格って言われて、もったいないとか言われて、1日だけなんてもあんたほんまって、怒られましたけどせっかくミス引き換えるやったのに、やっぱそういう悪いことすると剥奪されるから、実際も早かったな、豚の、ほんまに早かった。私違反ちょいちょいしてて、前回の免許更新で初めてゴールド免許になったって言ってる、もう絶対違反はしない。そう、ブー太郎もね、もう本当に気をつける。まあもうだいぶ先ですけど、ブー太郎が次ゴールドになれるのは5年後。罰金カレーうまいけどね。やめてようまい。マミめっちゃうまい。罰金カレーめっちゃうまい。なんか多分心を込めて作ってるから余計にうまいと思う。ーどういうこと？もう反省の意味がすごくこもってる。はもうほんまになんかもうすごかったな。20区30区よな、昨日から。引き換えるって褒め言葉って言われてあとなんか見えてんけどな、グランプリ取って浮かれてない。ところでミス引き換えるの由来はって、これ引き換えるじゃないよって言ってくれてるじゃん。出張カレーってアディダス、そうアディダスです。これがショルダーバッグに見えるらしいそう改めて本人から聞こうよ。なんなん引き換えるって、ミス引き換えるってなんなん。じゃあなんか牛ガエルもいいかなと思ったけどさ、でもミスつけたらやっぱ引き換えるの方が語呂的にいいなと思ってで引き換えるに、でもその時言ってた時は引き換えるがどんなもんか知らへんかって、後々見返したらまあただのカエルやったけどこないださ、うちの職場にヘビが出てんな。めっちゃでっかい。出た。豚はひき肉です。正解。あ、すごい。人参、玉ねぎ、トマト、ニンニク。ほぼ正解。あと味付けはじゃあわかるかな。何入れたか。具材は合ってる。グランプリ理由聞いてるブルトラ君面白かった。王子様、降格って、引き換えるって褒め言葉ここら辺みたいな。トミー今日も面白い。私日曜日免許更新なのに一旦停止。マジで一旦停止とかちょっと結構ね、ショックやね、それ。ミス引き換えるグランプリってほんまにあるんですかって聞いてる人できて自分らだけのあれなんやけど。いや、自分らだけじゃない。勝手に入れといてね。ああ、そうだ。あ勝手に作り出した技のショーやねんけど。いやさ、もうそうごめん。延長戦でさ、一個だけ追加でちょっと言わせてもらっていい？その違反の件で。まずその違反して終わった後の話じゃないけど、ほんまにうざかったからな。会社でその話をしとった時に、だからその車の中にオービス探知機つけてるんよ。オービスとかネズミ捕りとかそういうなんていうのレーダーが感知するやつをつけてんねんけど、あれつけてるんちゃうみたいな、なんでならへんのとかってなんかそれにまで当たり出してさそこみたいなマジかと思ってそこにまで当たり出したと思って、よっぽど不服やったやろなと思って、もう確かに自分でも不服やわあれは。だけど自分が悪いやん。いやもちろん悪いけど、なんていうの、すっごい煽り散らしてくるね。この人ともう一人の人ね、大体予想つく人は予想つくと思うんだけど、もうすっごいね、2人して、で、2人って喫煙所におるから、ブー太郎がもうでも行かなあかんやん。もう絶対この後顔合わせたくないわ、この2人に一番と思って。でも入ってきた瞬間さ、2人してキラキラ。どうしたん詳しく話聞かせてよとか言われて、あんた知ってるやんと思って、もう無視してやったわ。ほんまに。そう、まあ他にもなんかすっごいもうひどいこといろいろ言われたけど黙っといてあげるわ。
自分もあんで。何？でも黙っといてあげる。お互い様やな、じゃあ。まあでもな、カエルダメっていう人多い。ヘビも嫌いな人多い。マジだよとか言って。ヘビ大嫌いな人多いね。でもヘビってさ、顔可愛くない？見た目はキモいけど。一旦停止はタイヤがちゃんと止まらないとダメなんやでって。そうやね。あれなんかちょっとだけなんかさ、もう止まった感じがね、して、そのまま行っちゃいがちやけど。でもダメですって。そんな話の今日やのに、うちのロビンさん、美容院でカエルの耳飾りがあって。どういうこと？ミス引き換える。白い蛇だと縁起がいいって昔から言いますね。神様の使いだって。いや、白くなかったな。嫌いな人多いね。本当やね。ダラダラはダメやってって。蛇は怖いし嫌いって。蛇姫路行った時に蛇がおった太陽公園。あ、おったね。太陽公園行った時おったわ。かわいい、細い。家の近所よく張ってるって。ほんと気をつけてね。まあ、ブー太郎が言えたことじゃないけど。もう一人の人。当たり散らし。それってスピード違反だけに反応するんやっけって。なんか、スピード違反の時というか、なんかその、縄張りやな、警察の。縄張りというか、なんていうの、H システムとか、レーザーとか、高速乗ってるとついてる、あれをもうすぐ1キロ先、レベル3、レーザーあります、みたいな。スピード注意、みたいな感じで、こう教えてくれたり、で、こう、警察官が移動式のオービスを持って、要は警官がパトカー乗って、そこに、簡易的なオービスをボンって設置して、そこでネズミ捕りみたいな感じでやってるパターンもあんねんけど、そういうのも反応してくれるんやけど、今回のって別にさ、レーザーとかじゃなくて、もう目視やからさ、通ったらあかんとこ通ってるっていうその目視やから、入ってきた以上別にもうアウトみたいな感じやから、そういう機会がないから、もちろん反応はしない。っていうので、それで思い出したけど、もう一個なんでその道を通ったかっていう、ちょっと言い訳言っていい？まだ言うおう、聞く。出勤の時間帯によってはいつも通ってんねんな、その道。大丈夫な時間帯やから。あ、そうそうそう。ちょっと遅めの出勤の日に今日みたいなことが起きてしまったわけやねんけど、大体その時間になったらさ、もう入ってくる手前でずっともう当選路してくれとったわけ。警官がな。警察官が。だから、あ、ここの道は捕まえる気ないんやな、ややこしいからと思って、分かりづらいし。っていう認識もあったわけよ、これだろ。だから多分そういう悪どい人がよくおったんやろ。おったな。そう、だからブー太郎は、あ、ここの道はだから、いいんや手と前で教えてくれるもんやっていう勝手な錯覚でおったってことやろ。だからもうお腹痛いし、今日ごめんねってあかんの分かってるけど、通らせてもらうわみたいな感覚で言ったら、まんまと騙されたって。いや、絶対捕まると思ってた自分。言っとったな。ずっと。でさ、なんか言うと、でもその後やっぱでも続々と捕まってくる車が後ろにダーって並び始めたで、やっぱあそこの道はみんな勘違いしてんねんて。でも中には通行許可証を持ったちゃんと車もおったんおった。なんかその人はすごい一人な勝ち誇ったかのようにな、今日はえらい捕まってんなーとか言いながら許可証を持ちながらなんか煽られてんけどどうしたん今日みたいななんかちょっとこっちが悪いけどイラってしたわなんかこうピラピラってさせながら私は持ってますけどねみたいななんか感じでなんか煽りながら通ってったお姉さんおったのっていう感じでなんかまだ喋る？今日の夕飯はね、こちらです。キーマカレーです。ということで、そう、ゆとりもっと早く出ろってことなんですよ。そういうことなんですよ。はい。そう、まあ嫌な人やけど、まあ、嫌なこと言われるようなことを嫌なことをしたから、そう、仕方ない。っていう自分もちゃんと言いながらも、でもやっぱ文句も言いたいっていう。そう、ごめんなさいね。これは本当に、結局はブー太郎が悪いので、それは分かった上で聞いてくれてありがとうございました。で、あとね、お知らせがあります。今日はですね、今日はじゃないわ。今週の金曜日は、ブー太郎の秘密基地個人チャンネルの方で、リクエストにあった
1000人登録で夜中のちょっとした1時間弱のライブをするのと、ブーブラジオですね、ブーブラジオ公開ラジオやるのと、土曜日ですね、その次の日はまた、月1の YouTube ライブをやらせていただきます。もうその時にこの話したらよかったんちゃうかっていうレベルのあれやな。ああ、なるほどな。でも起きたことはすぐ言いたいや、新鮮なうちに。なんか話すことある最近。まあみんなの質問に答えながらでいい。またなんか変な企画みたいな線でいい。なんかあったと思うけどな。なんかあったかな。あるある。まあなんか思いついたら企画もするかもしんないし。でもこれも今言いたいけど、やめとく？聞きたい。あ、もう今度にしようん。う。うん。忘れそうやけど大丈メモっといて。もうブーブーラジオじゃあ、もう UV クッキングやっぱ1時間弱ぐらいにしといてあげないとみんなかわいそうやからさ、もう毎日ブータロのこと見てるんだよ、多分ほとんどの人。夫。ああ。そうかわいそうやんか。まあな。開放これ、喋りたいから喋ろうか。あいいよ、じゃあ、そうそう珍しいな。そうやな、ゆうちゃんが喋りたいなってないから。さあ、聞いたけど、ごめんなさい、皆さん終わります。終わる終わる。これで終わり。はい。これで終わりね。この間、深夜はごめん、さっきブーブーラジオの深夜は12時を予定してるけど、もしかしたらちょっと1時になるかもしれない。12時か1時の間にスタートします。はい、どうぞ。この間一緒にスシロー行ったん。あ、だって何やったっけねねえ。もそんな話なんか、覚えてるけど覚えてない。そうよね。もう忘れそうやからもう言っとこうと思って。で、ス何やったシロー行ったのもよかったんやけど、まあそれぞれカウンターに座ったから、なんていうの、注文それぞれここでできて、で、まあ機嫌よく2人とも食べてて、で、ゆうたろうはかすうどん頼んだの。で、かすうどんを頼んでて、で、それが到着してうどん食べてて、で、食べてる最中になんか喋りたいことがあったんよ、ブー太郎に。で、喋ろうと思ってこうブー太郎の方を見たら、なんか目線がうどんに向いてて、ゆうちゃろのと思って、それに気づかんと普通になんかこう喋ったんやけど、途中で喋ってる最中に、なんでうどん見てるんや、なるほど、うどんがちょっと欲しいんやみたいな。でそれを察知してちょっといるみたいな、っていう掛け声をブー太郎にしたい。ほんだらブー太郎はいい大丈夫大丈夫って断ったから、いらんねやみたいな。じゃあなんで見てたんやろうと思ったら、替え玉あるから替え玉頼むからそのまま汁だけ置いといてとかって言われて人の食べたらうどんの汁替え玉で食べるんみたいな。だってびっくりして。知ってる？スシローに替え玉できたん前々なかったよ、あんなシステム。そうなんや。ねえ、単品頼んだら300何もするわけよ。まあな。そうで、替え玉やったら120円とかで食べれるから、ほんのもう一個ブータローがかすうどん頼むより、替え玉した方が絶対いいやんか。2人で来てるメリットやっぱ使う。もうびっくりしてそんなことあるみたいな。しかもさ、それを企んでるブータローがたまたまこうちょっとどんな感じで白余ってるかなって見てる瞬間をたまたま見てんねん、言うちゃううまいこと、またこれ喋られたわと思って。びっくりした。いや絶対得やで、みんな2人で来てたら、2人以上で来てたら1人のうどんの出汁で分けて分け。いや嫌やろそれ嫌やろ普通に考えて嫌やろ。なんでだって汁あれもったいないやん。飲まへんやん、タイプ的に。飲み干すんやったら分かるで。そういうのも計算され尽くしての替え玉頼むっていう発言にめちゃめちゃびっくりしてさと思って、マジかと思って、とうとうそこの領域まで達したかと思ってさ。いや、それは友達のね、うどんとかやったらやめとくよ、さすがに惹かれるやろなと思ってゆうちゃろうやからこそやん、やっぱそれはね、今まではなんかまだなんていうの、許容しないなって言われた許容の範囲やったんよ。ブー太郎ってなんていうの、表ではそれ美味しいん、どんな感じ、どんな味みたいなこう聞いてくるときってストレートにこんな味やでとか、美味しいとかってゆうちゃろうはずっと答えてたんよ。だけどある日、これブー太郎の本心はそこじゃないなっていうことに気づいて、なんでそれを聞いてきてるかっていうと、ちょっと欲しい、ちょっと分けてちょうだい
の意味を込めてそれを言ってるの。半信半疑でそれを言ってきてるんよ。っていうことに気づいて、そっから、それどんなんなんって言ったら、こう、なんていうの、あ、じゃあ一口いるみたいな。会話が成立してたん。で、ずっとそれでうまいこと言ってたのに、なんかこれがちょっと進化しちゃったよな。その替え玉事件で。あ、ちゃんと残しとかなあかんねや、みたいな。そこまで思わないで、それ違う。あ、自分はちゃんとこれ綺麗に残しとかなあかんねや、みたいな。大丈夫です。あ、そうな。そういうつもりはなかったから。あ、ほんまに。だってこの間行った時はちゃんと自分で単品で頼んで、さらに替え玉したよ。ハマグリラーメン。ハマグリ好きなんですよ。で、スシローとハマグリがさ、コラボじゃないけど、ハマグリラーメンっていうのがあって、それが美味しくって、ちゃんとそう、ほんまに食べたい時は頼むねん、自分でも。でも、かすうどんって、なんていうの、別に頼むまではいらんやって思ってたわけよ。でもなんかだし見てたらなんか食べたくなってきたなと思って、あ、じゃあ替え玉みたいな。そういう時に使ってみんな、そう、なんかちょっとお店の人に失礼かもしれない。だからなんかこう、ほんまやったらさ、自分で頼むのはもったいないけど、人が食べたいんやったら、まあ、替え玉にしてもええかな、みたいな。そういうレベルの時はいいと思う。わかる？せやろ。マジあれには驚いた、ほんまに。それはさ、ウィンウィンやん。お店の人も、ほんまは頼むはずなかったけど、120円をこの人払ってくれたよみたいな。まあな。もともともうかすうどん食べたくて仕方ないんやったら、やっぱちょっとお店のこと考えたら、頼んであげた方がいいかもしれない。試食みたいな、お試し価格みたいな感じやな。わかる？わかるとかって無理やり言い聞かせるっていう。そう。あとさっきちょっと話戻るけど、なんか深夜系ね、みんな難しいかもしれないね。見に来れない人アーカイブ残すんでね、ブーブーラジオ。違う、リクエストであったんですよ。なんか深夜系の生配信が見たいみたいな。来た。はい。はーい。かすうどんがわからないっていう人もいるね。食べたことないっていう人もいるし。かすうどんって、要は、うどんやねんけど、そりゃそうだ。うどんやねんけどって何みたいな。かすうどんってどんな味ですか？なんて言ったらいいんやろな。鳥じゃないわ。油かすってあるじゃん。油かす。わかる？油かす。あれが入ってるんですよ。なんか肉のこの、ホルモンチックな、ホルモンっていうかかすだからかすうどんって言うんですけど、説明下手くそ。関西のうどんって食べたことある？関東のうどんとはちょっと違うかも。ちょっとこう、あっさりな、なんて言うんだろうね、かつおとかが効いたようなだし、しょっぱめの、なんか、あっさり、そんな濃すぎない感じ。と、関東ってちょっとさ、色濃いじゃん。ね、醤油が強いっていうのかな。なんかそういうのじゃない。天かすとは違うよね。かすうどんのかすってどこの部分だよ、あれ。ホルモン油かす。油かすのあれ。油かすやって。天かすではないよな、あれかいや、ら。天かすじゃない。牛のなんかこう脂身のとこやんな。うん。あれがこう、なんか揚げた感じのが入ってんな。そうそう、ほんまに油だけ。うん。そう、肉の油みたいな。それがなんかだしにこう合わさって、ちょっとこう、美味しくなるみたいな。そう、自分もなんかほんまに初めてかすうどん見たときは、かすうどんってみたいな感じで、ちょっとバカにしてたんやけど、食べてみると、美味しいやんみたいな。安いしな。何だしって言ったらいいのな。かつおだしやんな、あれ。かつおだしなのか分からへんけど、まあ和風なだしやな。まあ和風か、そりゃ。かすうどんやから。要はほんま関西の王道なうどんのだしやん、あれって。なんかの、なんか説明が難しいです。結構知らない人多いんだね。やっぱ関西の食べ物なのかな。揚げ玉ではないんですよ。肉の油の、なんか端くれを、ちょっとこう、ちょっとプチ上がったみたいなのが、チラって。だからほんと天かすが、天かすに身ついたみたいな。そう、身がついたみたいなイメージかも。ちょっと天かすとは違うんですよね。だからちょっとこう、ふにゃふにゃーってした食感にな、かむと。天かすだってちょっとサクサクしてるじゃん。か、もしくはお汁に浸ったらなんかべちゃべちゃって感じだけど。っていう感じですね。ウエストってうどん屋さん知らないです。私は秘密来た。OK です。アーカイブで。
ぜひ食べてみてほしいな。ごぼ天うどん美味しいよって。食べたことない。安くて美味しいです。安いんですよね、結構ね。安い。で、量もあるし。関西ずっと住んでるし、よく見るけど、食べたことないの食べる勇気がなく。ああ、ゆうちゃんと一緒や。初めて知った。まだ見つけたら食べてみて。私もかすうどん知らないって。うちの息子たち大好きですって。つかまだ終わらんのって。確かに。終わりましょうか。関西だっけ関西の名物かもね、かすうどんって。この、美味しそうって。あ、やっぱり肉うどん、肉抜きみたいな感じかしら。うん、そうよね。うん、背脂に近いかも。うん。これ背脂とはまた違うね。違うか。福岡、あれにちょっと身がついた感じじゃないでも。背脂って多分食感ないやん。ほんまになんか油やから食感はしっかりある。ぶにょぶにょぶにょって結構弾力のある油。っていうことで、じゃあ皆さん、あれから何分経ったとかいうね、お言葉もいただいておりますから、もう、はま寿司、くら寿司は行きますかまだ拾うっていう。行きます。まあ、きりないんでね、まあ、もうちょっと喋ってもいいんですけど、終わってほしそうな人もいるし、今日はこの辺で終わっておきましょうか。はい、なので、次は今週の2人で会えるやってる2人の配信は土曜日の9時頃からお待ちしてます。で、ブーブーラジオも見たいよって人は金曜日の多分12時か1時らへんから始まるんで、またよろしくお願いします。ではでは、またねー。ありがとうございました。180人ぐらいの人見てくれてたね。最高で。あ、そうなんや。グッドボタンもぜひよろしくお願いします。あ、で、皆さん、ブー太郎の秘密基地のチャンネル登録もよろしくお願いします。このカップチャンネル登録もよろしくお願いします。で、ブー太郎の秘密基地はまた歌ってみたが、ちょっとまだね、撮れてないので、何時に上がるかわかんないんで、みんなもう寝てても大丈夫です。12時前までに上げれそうやったらプレミアム公開するけど、12時以降やったらもう遅くなりそうやなと思ってみんなもう寝てください。よろしくお願いします。ではでは、またねー。ありがとうございました。お話聞いてくれてありがとうございました。